地球の皆さん、こんちゃーす。声優の土屋リオです。はい、もう最近暑いですけれども、皆さん大丈夫ですか？元気に生きてますか？本当に水分補給、塩分補給とね、あと食生活などなど気をつけていただいて、ぜひね元気に夏を乗り越えましょう。はい、ということでね、そんな本日なんですけれども、何やら、ツイッターで事前に私への偏見を集めていたみたいで、というか私も拡散したんですけれども、集めておりまして、なんと172件の偏見が届いたそうなので、今日はそちらにねズバズバ返答していきたいと思います。はい、もうなんかどんなの着てるか見ないようにしてたので、どんなの着てるかまだわかんないんですけど、変なの着てないといいなっていうのと、みんなから私がどういう風に見えてるのかっていうのが今日分かっちゃうと思うので、ちょっとドキドキ、ちょっと怖い反面楽しみなんですけれども、答えていきたいと思います。はい、ということで早速読んでいきます。普段の演技は上手なのに演技が必要な人狼ゲームなどが苦手そう。でも嘘つくゲーム苦手かも。でも人狼ゲームは結構好きなんですよ。私顔を見合わせてできる人狼ゲームは好きなんだけど、なんか一時期流行った宇宙人狼アモアスとかはすっごい苦手だった。なんかもうね、仲いい友達とかってやるとさ、亀裂が入るじゃん。なんか友情に強く言われるとなんかドキドキしちゃって、自分人狼じゃなくてもなんか私が悪いことしたみたいな気持ちになってきて、なんか不安になってきちゃって、なんかもうごめんなさいってなっちゃうからね、ちょっとねこう強く言われるのがちょっと苦手だから、あんまり得意じゃないかも。チャンリオって急に電池切れたみたいに静かになりそう。これマジでそうなの。さっきまで喋ってたのに急に寝るって言われる。なんかゲームとかやってることが多くて、オンラインでね、通話に入ったまま寝ちゃう時とかたまにあってさ、さっきまで3秒前までリオ喋ってたのに急に喋んなくなった、寝たって言って起こされることがね結構ありますね。はい、ギリギリまでゲームしてんのが悪いんですけどね、眠い時は寝てくださいって。最初は猫に芸を覚えさせようとするけど、まあ可愛いから芸できなくてもいいかなってなりそう。どういうこと？まあ確かに猫は可愛いから何でもいいかなって思うけどね、生きてくれてるだけでなんか尊いみたいな。芸を覚えさせようとしたこともあんまないかも。猫は可愛い。一人ランチの時パスタ率高そう。私パスタ全然食べないの。パスタ食べそうな顔してる？パスタ全然食べないんだよ私、マジで。お母さんが作った時とパスタがいっぱいあるお店とかに友達が行きたいって言った時ぐらいしかパスタ食べないの。パスタ以外のメニューがある時パスタ頼まないんだよ。嫌いじゃないんだけど、なんかパスタ食べないの。次、寝ないって言った日に限って夜更かししそうです。寝てないかな、限って夜更かししそうです。夜更かしは常にしてるかな。いつもしてるよ。でも最近はどんなに遅く寝てもちゃんと朝は起きようっていう習慣をつけてるので、あんまり夜更かししなくなりました。なんか体力的にやっぱもう眠くなるから勝手に。そう2時とか3時には寝るようにしております。遅いのかな、2時と3時ってどうなんだろう。遅いですか？疲れすぎてしまった日はコンタクト外し忘れて寝ちゃいそう。もうこれは私最近やらなくなった。学生の時とかは本当に危ないからマジでやらない方がいいと思うんだけど、みんなね気をつけてほしいんだけど、学生の時とかは本当になんかもうコンタクトしたままなんか電池が切れたように本当急に寝ちゃうから、寝るつもりなくてなんかもうバタッと倒れて、なんか気づいたら寝てたみたいなことはあったけど、大人になってからはあんまりやらないな。メイクは絶対落としたいから、なんかそのタイミングでコンタクトとかも取っちゃうことが多いかも。チャンリオって6時間寝たら今日はたくさん寝たと思ってそう。6時間って長くないの？6時間は結構十分な睡眠時間じゃない？ 5 時間寝たら十分じゃない？普通ってどれくらい寝ますか？8ですか？8時間寝ますか？6時間だと短いですか？嘘そうなんだ。8時間嘘これもうその通りだったわ。じゃあ私びっくりした。6時間っていっぱい寝たなってみんなが思うものだと思ってた。7時間寝たらもう超しっかり睡眠取れたみたいな。
6時間寝たらいっぱい寝たな、もう5時間寝たら、ちゃんと寝た偉いなみたいな、3時間だとちょっと短いなみたいな基準私。猫好きだし猫っぽい雰囲気だけど仲いい人には犬っぽそう。これね逆なんだよね。仲いい人には猫っぽいって言われるの。でも初対面の人とかなんかまだこれからもうちょっと仲良くなりたいなっていう人の方が犬っぽいねって言ってくれる。多分なんか慣れてくるとどんどんなんか喋らなくてもいいとか、なんかこの人だったら気使わなくていいって思ってくるとなんかどんどん省エネになってったり気分屋だから結構自分がしたいことをやりたい風にどんどんなってっちゃうから、そう仲良ければ仲良くなるほど猫っぽいって言われますね。チャンリオってコーヒーをシュガースティック2本入れて飲んでそう。コーヒー飲めません。次。チャンリオって先輩や年上の人に好かれそう。でも好かれるかどうかわからないけど、私は先輩とか年上の人が好きかも。なんか敬語で喋る相手とか結構お話ししやすくて昔から好きかも。学生時代から。でも後輩も仲良かったよ。妹がいるからさ、妹の学年の子とかリオ先輩って言って仲良くしてもらってました。どっちがね先輩か後輩かわかんないですね。チャンリオってでんぐり返しするときグエって言いそう。私のことカエルかなんかだと思ってんのマジで。でんぐり返しする機会ないだろう大人になってから。次。布団の中でゲームやって寝落ちしそう。これは学生の時にやってた。やっぱ夜中までさ部屋の電気つけてたり明るくしてるとお母さんとかお父さんに早く寝なさいって怒られるから、布団じゃないんだけどクローゼットの中で私はゲームをやってたんですよ。クローゼットにこもってゲームをやってたの。でもうなんか限界突破するまでゲームしてたから寝たタイミング自分でも気づかないのよ。気づいたら寝ててなんかクローゼットの中のこんなの寝てたみたいなことがありましたね。みんなちゃんと布団で寝てください。チャンリオって休日の方が睡眠時間短そう。でもこれはそうかもしれない。次の日休みだったら朝までゲームするもん全然。次。チャンリオってお兄ちゃんとお兄ちゃんの彼女と3人でデートしたことありそう。これがないんですよ。お兄ちゃん彼女いるって教えてくれないから。そうお兄ちゃんねいつ彼女いていつ彼女いないのかね教えてくれないの。わざわざね妹に言わないよね。でもなんか俺彼女いいんだけどとか言ってこないじゃん。まあでもお兄ちゃんかっこいいからいるんだろうなとは思ってるけどさ、年齢もねもう私より年上だからさ、そろそろ結婚してくんねえかなお兄ちゃん。私結婚式行きたいの最近。お兄ちゃんが結婚したら結婚式に行く。結婚してほしい。なんか甥っ子とか姪っ子とかさ、なんか自分が親になったらさこう育てなきゃいけないからしつけをしなきゃいけないけど、姪っ子甥っ子ってもういくらでも甘やかせる存在だって勝手に思ってるから、お兄ちゃん早く結婚していいご家庭を築いていただいて私にね姪っ子甥っ子を溺愛させてください。次。チャンリオって朝起きれないからスマホの目覚まし5分おきに何個もかけてそう。マジでそう。なんかまず起きたい時間の30分前に1回鳴らすので、起きたい時間の15分前から5分おきにかけて、で起きたい時間からまた15分経ったとこに鳴らしてまた5分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 って言って1時間ぐらいかけてます目覚まし。でもね起きれないからって思ってなんかかけてるんだけど、仕事だと意外と起きれるからねそんなに目覚まし使ったことないんですけど、万が一のことを考えるとね怖くてこの目覚ましのかけ方変えられない。すごいよ私の。見せてあげて私の目覚まし。汚いな画面が。見てこのやばくないこれ。やばいよね。すごくない？なんか夕方とかにかかってるやつは多分なんか休日の昼寝なのかゲームするためのアラームなのかちょっと分かんないんだけど、意味わかんないよね。23時45分とかさ23時55分にかけてるアラームは絶対にゲームの約束してるよね。ゲームする前にちょっと仮眠しようっていう目覚ましだよねこれ確実に。やばくない？もう本当に目覚ましの量がすごいので、こんなにね効かないくせにね効かないわ本当に。宇宙服着るのぶっちゃけめんどくさいと思ってそう。やめろよ。まだ1回しか着てないんだから。そんなことないよ。そんなこと思ってないよ。やめてよなんか気まずいから。せっかく作っていただいたのに。何見たくないわけ宇宙服。私は着たいよ。チ
チャンリオって仰向けでスマホ見てる時頻繁に顔に落としてそう。グエッ。これも学生の時はよくやった。寝ながらこう YouTube 見たりとかゲームしたりしてたから顔面に落としてたけど、最近はねなんかパソコンで何かをすることが多いからスマホであんまりそもそもね動画見たりしないからね、あんまなくなった。次、チャンリオってロックの音楽聴きながらめっちゃヘドバンしてそうまあでもロック系の音楽は好きですよ実際、あんまりみんなに言ったことないけど、そう激しい音楽の方がね結構好んで聴いてたりしたりしなかったりしてます友達とご飯とかお茶しに行った時、自分が注文しようとしたものが友達と被った時にはあえて別のものを注文しそう。でもあるかも。それか友達がこれとこれどっち食べようかなって言ってたらどっち食べたい、どっちって言うならどっち食べたいのって言って、じゃあ私頼まない方頼むよっていうことが多いかも。優柔不断だからさ、なんか決まらないし、なんか食べ物何でも好きだからみんなが楽しくご飯できるのが好ましいかな。でも全然なんかなんだろう、めっちゃ仲いい友達とかだったら全然同じもの頼むけどね。3人同じメニューとかさ結構やるよ。だっていっぱい食べたいじゃん、美味しいもの。次、チャンリオって映画館で買ったポップコーン上映前にほぼ完食してそうなんか逆でポップコーン食べきれないのよ私。上映中に食べないの。手が止まっちゃってなんか集中しちゃうと2つのこと同時にできないタイプなのね私。本読んでたら喋りかけられても気づかないとかそういう感じのタイプだから、映画にこう没頭しちゃうと手が止まっちゃうから飲まないし食べないの。そうだからねポップコーンは買わなくなりました。逆に上映前にホットドッグとかお腹に入れてお腹をいっぱいにしてから映画をね見るようにしてます。そう食べきれないっていうか食べないんだよね。終わっちゃった。ツイッターの募集した、コメントはね以上なんですけれども、次ビリビリの方でも募集させていただいておりまして、そちらからもね何件か読ませていただきます。夜中に起きてお菓子食べてそうなんか食いしん坊キャラかなんかだと思われてる実際そう食べるのは好きだから結構割と時間気にしないで物食べますね。夜中に起きてっていうより夜中まで起きてるからお菓子も食べるって感じ。結構時間気にしないでお腹が空いたら物食べますね。食べてるお菓子。ご飯食べるかも普通に。次、家で鏡に向かってスマイルを練習してから大爆笑してそう大爆笑はしないけど結構私鏡に向かってなんか練習っていうか、この話昔したら結構惹かれたからあんまり言いたくないんだけど、人と喋るの苦手だったから、高校生ぐらいの時にそのコンビニとかのバイトで接客業を始めたての時とかコミュニケーション取るのが苦手だったから鏡に向かって喋ってた。怖いよね怖いのよ。怖くていいの、怖いからなんかその勝手に自分の中でイマジナリーリオから質問を投げかけてもらってそれに返答するという形で鏡の前で人と話す練習をしたの。目を見て話せなかったから人と話す練習をしてた時がありました。はい、大爆笑はしてない。真剣だからこっちは。そう真剣だからで大爆笑はしてないけど、鏡に向かって何かしてるのは結構そうかもしれない。次、仕事の時笑ってはいけない状況を笑いこらえるのが大変そう。仕事の時はね大丈夫なんだよ。なぜかわかんないけど本当に不思議だよね。なんかわーって笑っててもさスンって仕事だとねスンって戻れるんだけど、プライベートとかなんかその仕事といってもその YouTube とか動画の撮影とか笑っても大丈夫な状況とか、その動画の企画で笑ってはいけないとかもありましたけど、ああいうのだと面白くなっちゃうんだよね。なんかそのお芝居の方のお仕事だと大丈夫なんですよ、不思議とね。なんでなんだろうね。はい、ということで以上でございますか。はい、以上です。土屋の偏見にねズバズバと答えていったんですけれども、意外とみんなが思っている土屋像と私が思っている自分の土屋像あんまりかけ離れてないなって夜更かししてそうっていうのとなんかもうそういう部分はなんかみんなの中でも解釈一致なんだなって思いました。はい、結構ゲームとかはい、お菓子とか、なんか常にお腹空いたって言ってそうとか、そういうのが割と多かったです。そうなんだ。
ちょっと見てもいいですか？チャンリオって普段から部屋を片付けるんじゃなくて、友達が来る前に一気に部屋の片付けをやっちゃうタイプ。めっちゃそう。私今日帰ったら部屋片付けなきゃいけないの。明日友達が来るから。誕生日が近いから友達がねケーキを食べたいって言ってケーキを予約してくれて、明日ねリオン家で誕生日パーティーをするんですよ。誕生日近い友達が何人か来て、まあ、誕生日近くない子もいるんだけど、みんなで誕生日パーティーしようって言ってるのに部屋がもうとんでもないことになってるから、今日撮影が終わったら家に帰って部屋をピカピカにしなきゃいけない。本当にさ、もうその通り、思ってる通りです。私はゲームしてる時もそうだけど、お家とかで休んだりぼーっとしてる時もずっと口開いてそう。なんかわかんないけど、なんか集中してる時とかによく口開いちゃうじゃん。で夜とかもなんかめちゃくちゃ疲れて寝てる時とか気づいたら口開いてる時ない？で私だから口閉じるテープ買ったもん。寝てる時にさこうやって止めとくテープみたいなやつがあるんですけど、あれ買ったの。なんか最近はなくなったんだけど、マジでなんか最近は朝ちゃんと起きることによって夜ちゃんと寝るようになったから睡眠時間ちゃんと確保してるんだけど、なんか本当になんかもう睡眠時間限界で生きてた時にもう限界まで疲れて気づいたら寝てる時って大体口開けて寝てんのよ私。そうだから喉カッピカピになってる時あって、口にこうやって閉じるテープ買ったんですけど一回も使ったことないです。こんな感じかな。はい、ということでたくさんのねリプライとビリビリのコメントありがとうございました。いやまあでもなんかビリビリの方も300件以上いただいて、350件いただいていて、ツイッターの方でもね172件いただいていて、どんだけみんな私に偏見持ってんのかっていう。まあそれだけみんなが私のこと見てくれてるってことだから、なんかねもっとさなんかこんなことないもんとかいう感じのが来んのかなって思ってたら、意外とみんな私のことよく見てくれていてちょっと嬉しい気持ちになりました。なんかおもろいですね。でも君ってこういう子だよねって言われるとちょっと恥ずかしいんですけれども、たくさんのコメントありがとうございました。ということでこの動画がいいと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。これからもね動画やら何やら見ていただいて土屋のいろんなことを発見してください。それではチャンリオスペースシップでした。バイバーイ。